皆さんメリークリスマスと言ってももうクリスマスも終わろうとしていますけれども、ちょっとエコーな感じでココアトラジオが始まりました。ちょっと音を戻したいと思います。今夜はクリスマスラジオをお届けしようと思ってスタッフにいろいろあれこれクリスマスの飾り付けを買ってきてもらって、ちょっとお誕生日の時のように龍の撮影ブースを作って急遽撮影しました。少し前の動画では2年前のサンタのコスチュームの龍のラジオをお届けしたと思うんですけれども、今皆さんにご覧いただいているのは今年のサンタのコスチュームの龍くんです。ちょっと私ここ最近体調を崩しまして、本当でしたら23日と24日愛知県のグループ10に行くはずだったんですけれども、と言いますのも皆さんにお届けしたゲリラライブの後についアトリエに入って没頭しすぎてしまったんです。寝るのも忘れて没頭して絵を描いてしまって、木曜日にはホルモン注射をして、そしてその次の日の深夜にゲリラライブをして、そしてそのままアトリエに入ってしまったんですね。私としたことが本当に情けないような結果になってしまったんですけれども、皆さんから温かい励ましとご心配のコメントとか、ホームページの方にもご心配のメッセージがたくさん届いたので、ちょっとラジオで皆さんにお詫びとお礼を言おうかなと思って急遽このラジオを撮っています。私の声を聞いて皆さんもお分かりだと思うんですけれども、もう大丈夫です。もう全然元気です。ちょっと無理をしたら全然愛知県には行けたんですけれども、長時間車に乗ることと宿泊を伴うので、ちょっと大事を見て、今回はちょっと愛知県に行くのを見合わせたという次第です。本当にご心配をおかけした皆さん、そして愛知県のグループ展にお越しいただいた皆さん、本当に申し訳ありませんでした。23日と24日を在労するというふうに皆さんにお約束してたのに行けなくて、本当に私も悔しかったんですけれども、スタッフに説得されて今回はちょっと断念したんですけれども、ギャラリーの方にもお手紙とか贈り物たくさん届いているってギャラリーのオーナーから聞いてるんですけれども、また来年年明けに愛知県に行って、またお手紙とプレゼントとか皆さんから届いたものを受け取りに行こうかなと思ってるので、お手紙とかプレゼントを受け取ったらまたココアトラジオかココアトチャンネルで皆さんにお礼言いたいと思うので、本当にありがとうございました。ご心配をおかけした皆さん、本当に申し訳ありませんでした。お礼とお詫びで終わってももったいないので、せっかくクリスマスということで、私のクリスマスの思い出みたいなのと、クリスマスの雑学をちょっとラジオにしてみようって思いました。私のクリスマスの思い出、大人になってからのクリスマスの思い出もいろいろあるんですけれども、なんといっても、私の実家はケーキ屋さんなんですね。私が子供の頃は、もうこの時期大忙しで、私はずっとお留守番でした。普段から共働きで両親はほとんど家にいなかったんですけれども、クリスマスは特におばあちゃんと過ごすことが多かったように思います。他のお家の子がクリスマスパーティーとかしてたり、クリスマスの話題で盛り上がってるのを見て、羨ましいなーって、うちの家は寂しいクリスマスなのになーって、そんな思い出が今でも駆け巡ります。なので私にとったらクリスマスっていうのはどっちかって言ったらちょっと寂しい、そんな思い出なんですけれども、今日はちょっと私自身もこのクリスマスについていろいろせっかくだから知りたいなと思っていろいろ検索したので、その検索したクリスマスの雑学を皆さんにシェアしたいと思います。雑学といっても本当に独断と偏見で、私が昔からなんでなのかなと思っていることを個人的にちょっと調べてみたんですね。中でもサンタさんのあの衣装、赤と白のあの衣装、あれはなんでなのかなって、個人的にはコカ・コーラのイメージキャンペーンとかでそうなったって何かで聞いたことがあるんですけれども、ちょっと突っ込んで調べてみたんですね。そこで調べてみたら、実は昔はサンタクロースのイメージというのは全然決まってなかったみたいなんです。体つきも服装も様々でバラバラだったようなんですね。国とかいろいろな地域によって。おじいさんで太ってて白い髭を生やした現在のあのサンタクロースのイメージが定着したのは、なんと19世紀になってからのことなんです。アメリカの聖書学者という方で、クレメント・クラーク・ムーアという方がいるんですけれども、その方の詩の中で初めて今のような姿に描写されたようなんです。最初は言葉、詩の中であのイメージが決まったそうなんですね。それをトーマス・ナストという画家が絵にしたことから、一気にサンタクロースのイメージは固まっていったそうなんです。私の記憶の中のあのコカ・コーラのキャンペーンとかそういうのじゃなくて、なんか19世紀に詩人と画家が作り出したイメージだったんですね。ちょっとそれは意外でした。それ以来サンタクロースはずっと同じ赤と白の服を着て、ベルトを締めて足にはブーツを履いている。
そういうイメージになったみたいなんですね。そして白いふさふさのひげと眉毛は聖ニコラスから譲られたイメージだということなんですね。そういうことで19世紀から赤と白のサンタさんのイメージが出来上がったんですね。そして広く私たちに知られるようになったのが先ほども話したコカ・コーラだそうです。20世紀半ばに愛嬌満点のサンタが登場する広告がクリスマス時期になると雑誌を彩り赤と白の衣装のイメージが広く私たちの心に刷り込まれたということなんですね。19世紀に詩人と画家から生まれた赤と白のイメージのサンタさんがコカ・コーラのキャンペーンを通じて広く私たちに知られるようになった定着したということなんですね。続いてのクリスマスの雑学はサンタクロースはなぜクリスマスにプレゼントをくれるのでしょうかということなんですけれども、私はそれはすごい疑問だったんですね。なんでかなと思ってたんですけれども、クリスマスという言葉はキリストのミサという意味があるそうなんです。キリストの誕生日を祝う日としてクリスマスが位置づけられているというのはもう皆さんもご存知だと思います。実はキリストが生まれた日は聖書には記されていないんだそうです。クリスマスを祝う習慣も昔はなかったそうです。12月25日をキリストが生まれた日としてこの日に祭りを行うようになったのはキリストの死後350年も経ってからのことだったんですね。それからプレゼントを贈る習慣は聖ニコラスの日から始まったと考えられています。この辺の聖ニコラスの日から生まれたとか聖ニコラスとの関係性っていうのも先ほどのサンタの衣装となんか同じ感じがしますよね。12月5日の夜に天からロバに乗ってやってくる聖ニコラスを子供たちは暖炉の前に靴や靴下を置いて楽しみに待ちます。この習慣がやがてクリスマスにプレゼントを受け取る、そんな感じで受け継がれるようになったそうなんです。これも先ほどと同じで時代を経ていろいろ変化して今の形になったということなんですね。もしかしたらこの先100年後、200年後になったらこのイメージも変わっているかもしれません。そしてこれ最初に言えばよかったかなって感じなんですけれども、サンタクロースっていうのは実在するんですかっていうのは永遠な私たちの疑問じゃないでしょうか。実は先ほど言った聖ニコラウスとか聖ニコラスとか、発音によっていろいろあるそうなんですけれども、サンタクロースのモデルとなったのはそのキリスト教の聖ニコラウスみたいなんですね。その聖ニコラウスという人が貧しい人の家に訪れて煙突から金銭を投げ入れたり、いろいろな人に対してのボランティア精神がすごくあった方なんですね。そのイメージからどうやらサンタクロースが出来上がったようなんですよ。そのサンタクロースという名前も正式名をセントニコラウスというそうなんですね。セントニコラウス、サンタニコラウス、サンタクロースというふうな感じでサンタクロースが出来上がった。そういうところがあるんですね。これは都市伝説とも言われてますけれども、今のところ有力なサンタクロースの起源だそうです。それから次のクリスマスの雑学なんですけれども、皆さんクリスマスに諸人こぞりてという歌歌いませんでした？子供の時。私大人にどういう意味って子供ながらに全然わからなかったんですね。言葉の選び方とか全然意味がわからなくて大人が答えてくれなかったんですよ。ちょっと歌いましょうか。諸人こぞりて迎え祭れ久しく待ちにし主は来ませり主は来ませり主は来ませり。失礼いたしました。もうちょっと歌を勉強しないといけないんですけど、この主は来ませりっていうところは私カタカナだと思ってたの。なんか英語だと思ってたの。英語というか何か外国語だと思ったの、子供の頃。でも主は来ませりという日本語だったんですよね。それなんか大人になってから分かって、そうなんだって思った記憶があるんですけれども、この歌の意味までは分からないんですよ。今日ちょっと調べてみたんですけれども、歌の意味まではちょっと分かりませんでした。でもこれって私だけですか？主は来ませりっていうのを日本語だって思ってた人いました？日本語っていうの知ってたよっていう方がいたらぜひコメントください。そして次が、これも欧米から来た文化だと思うんですけれども、クリスマスツリーを飾るのはなんでなのか、クリスマスにクリスマスツリーを飾るのはどうしてなのかという疑問なんですけれども、これもちょっと私思い出ありまして、うちの家には父がアメリカで買ってきたクリスマスツリーがあったんですね。
お友達のお家とかにはどっちかって言ったら日本向けのちょっとキャラクターのものとか、ちょっと可愛い感じのクリスマスツリーがたくさんあるのに、我が家にはちょっと不気味なクリスマスツリーがあったんですよ。しかも本当に割とリアルな感じの人形とか、ちょっと不気味な妖精がぶら下がってたりとか、オーナメントもちょっと他のお家とは全然違う感じで、ちょっと本格的すぎて、私は子供の時クリスマスツリーは不気味だなっていう思い出しかないんですけれども、そんなクリスマスツリーに関する雑学なんですけど、森から木を切り倒してきて、家の中にクリスマスツリーを飾るという文化は、今から400年ほど前、ドイツで始まったと言われてるんですね。厳しい冬にも豊かな緑をつけているもみの木を家の中に飾るということは、人々にとって若々しい生命を家に呼び寄せるとか、生命力を家の中に取り入れるとか、そういう意味があったそうで、それがやがてその木にキャンドルとか明かりとかそういうものを飾って、その周りに家族が集まってお祈りをするようになったり、踊りをするようになった。そういうことからクリスマスツリーが始まったと言われてるんですね。また、ツリーのてっぺんに飾られる金の星は、ベツレンヘムの星というのを意味していて、この星はキリストが生まれた時に明るく輝き、まだ赤ん坊だったキリストを一目で見つけようとした信者たちを誕生の地、ベツレヘムに導いたとされているそうなんですね。最初はクリスマスツリーという感じではなくて、冬にもみの木を家の中に飾ることで生命力を家に取り込むという意味から、そこにキリスト誕生の星をつけるようになって、だんだんクリスマスに飾るという文化が根付いてきたようですね。それから次のクリスマスに関する雑学なんですけれども、クリスマスによく使われるクリスマスカラーと呼ばれる色、赤、緑、金色、白、この4色なんですけれども、これらの色にはそれぞれ意味があるそうなんです。もう私たちの中ではこれぞクリスマスカラーっていう感じで、なんか雰囲気で捉えてる部分もあると思うんですけれども、これもちょっとキリスト教になんかちなんでるそうなんですけれども、赤はキリストが生まれた時に次々に実を結んだという言い伝えのあるリンゴの色やヒイラギの実の色、キリストが十字架で流した血液の色を象徴していると言われてるんですね。それから緑なんですけれども、これは先ほどのクリスマスツリーとちょっと似てて、もみの木に由来する色だそうです。永遠の命、生命力、希望などを表しているそうです。それから白。この白は雪の白、純潔さとか純白を表現しているそうです。キリストが生まれた時にひときわ大きく輝いたと言われるベツレヘムの星の輝き。先ほどクリスマスツリーの上に飾る星の時に使ったベツレヘムの星の輝きにちなんで、その星の色の気高さとか大切さといった意味が込められているということで、クリスマスカラーは赤、緑、金色、白とされているそうです。そして続いての雑学なんですけれども、何気なく私たちが使っているメリークリスマスって今回のサムネイルにも書いてるんですけれども、これって実は日本だけと言っても過言ではないそうなんですね。日本ではいろいろな国やいろいろな宗教のお祝いがもう本当にいい意味でも悪い意味でも賛否両論あると思うんですけれども、日本っていうのは本当に宗教に寛容な国と言っていいほど無宗教が根付いていますよね。この無宗教というのは宗教がないということも意味しますけれども、いろんな宗教を取り入れる文化でもあるみたいな多様性を取り入れられる文化といえば聞こえもいいと思うんですけれども、日本は本当にいろいろな宗教が入り混じった国っていう風にも他の国からも見られてるみたいで、クリスマスというのは基本的にキリストの生誕祭という風に言われているんですけれども、日本ではそこまでキリストの生誕を祝ってメリークリスマスっていう風にはなかなか思ってる人って少ないと思うんですね。イベントとして捉えられている部分が多いと思うんですけれども、実はこのメリークリスマスというのは欧米ではキリスト教以外は使わないということなんです。欧米ではキリスト教徒以外はメリークリスマスって言わないそうなんですね。クリスマスというのは本来欧米ではキリスト教徒のお祭りなので、キリスト教同士の人がメリークリスマスっていうことはあっても、キリスト教徒以外の人とか他の宗教の人は本来使っていないそうなんです。他の宗教でも12月にいろいろな祭事があることから、この日にはハッピーホリデーズっていう風に使われることが多いそうなんです。なんか意外ですよね。クリスマスってメリークリスマスって使ってるイメージがあったんですけれども、これって割と日本だけみたいなことなんですね。ハッピーホリデーズは良い休日をとか良い週末を送ってくださいねみたいな意味があって、日本のようにキリスト教徒が少ない国なのにメリークリスマスが通じる国っていうのは極めて珍しいんです。
これを知らずに海外に行ってメリークリスマスって言ったらもしかしたらちょっと怪訝な顔をされる国もあるかもしれないですよね。それからこのクリスマスっていうのはアメリカとか英語圏でよく使われているようで、私はクリスマスにパリに行ったことがあるんですけれども、パリではクリスマスっていうふうには言ってなかったんですね。ブラマリのガクさんも動画で言ってたんですけれども、フランスとかパリではノエルっていうふうに言うそうです。なんかやっぱり国によっても様々ですよね。このメリークリスマスっていう言葉からもわかるように、クリスマスとかハロウィンっていうのは本当に日本では独自の進化を遂げて、なんかイベントとかお祭りのような、そんな感じになってるんじゃないかなって、いろいろ賛否両論ありますけれども、なんかいろいろな宗教を偏見なく受け入れることのできる国民性という面ではすごくいいと思うので、最近イベントではちょっと羽目を外す人が増えてるっていうことが日本でも問題になってるんですけれども、今ちょっと過渡期で発展途中な感じもするので、これがいい風に多様性を受け入れられるような、そんな国になったらいいのになって私的には思ってるんですけれども、ということで今日は私のクリスマスの思い出と、私がちょっと疑問だったことで、ちょっとクリスマスにまつわる雑学を調べてみたので、皆さんにシェアしました。最初にも言いましたけれども、ちょっと今回グループ展のことで私が体調崩してご心配、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ありませんでした。ちょっとお詫びのつもりでこのラジオを撮り始めたんですけれども、せっかくなのでクリスマスの雑学も皆さんと一緒にシェアしました。いかがだったでしょうか？それではもう今日は25日ということで、クリスマス本番ということなんですけれども、ちょっと今日も長めのココアートラジオになりましたけれども、最後までお聞きいただきありがとうございました。それではまた。